皆さんこんにちは。とこママ情報局です。今日は鎌倉にやってまいりました。鎌倉ね、久しぶりですね。行きたいところはねたくさんあるんですけれども、今回はですね、つい先日友人と訪れたお寺がとっても素敵なお寺でして、で、知る人ぞ知る、お寺でもあるんですね。鎌倉でものすごく有名というわけではないんですけれども、とある場所が非常に人気になっていて、海外からもね多くの観光客が訪れる、そんなお寺です。はい、今日お邪魔いたしますのは鎌倉の二階堂にあります杉本寺というお寺です。ご存知でしょうか。はい、知る人ぞ知るって申し上げましたけれども、その界隈の方でしたら、もう当たり前に知ってるよっていうね、そういったお寺かもしれません。この杉本寺にはね、一体何があるんでしょうか。そしてね、もう一つ、杉本寺には観音様がお祭りされているんですけれども、今年馬年ということで、観音様とこの馬年っていうのがね非常に深く関わっているようなんですよね。馬年だからこそ観音様をお参りするというね、そういった意味合いも込めてですね、これから鎌倉の杉本寺を参拝させていただこうと思います。鎌倉駅東口鶴岡八幡宮側の出口です。駅からはバスに乗っても行けますが、鎌倉は街歩きも楽しいので少し遠いですが歩いて向かうことにしました。今日はね平日なんですけれども、お天気がいいのでやっぱりね鎌倉駅すごい人でしたね。鶴岡八幡宮あたりもねかなりね多くの人でね賑わってそうです。でね、若宮大通りをねずっと行きまして、ここから20分ちょっとね歩きます。鶴岡八幡宮です。さあ、この鳥居のね手前の道をね右に曲がっていきます。鎌倉宮へ伺った時と同じ道を進んでいきます。この辺りからはぐっと人も少なくなります。はい、着きました。こちらです。杉本観音のね上りが立ってますね。ずーっと階段が続いています。それではこちらから失礼していきます。なんか趣があってすごくいい雰囲気ですね。このね石段も参道もねすごく古いですね。こちらにご案内の看板もあります。こちらに書いてあるように行基菩薩がね開山されたというね、そういうお寺になります。すごい古いっていうことですね。行基菩薩とは飛鳥時代から奈良時代にかけて活躍した高僧。諸国を回って人々に仏教を広め、聖武天皇から東大寺の大仏造立という国家の一大プロジェクトを任され、その費用を全国から集め多大なる貢献をしました。行基上人に深く感謝した聖武天皇は745年日本初の大僧正の位を授与。以降行基菩薩と呼ばれ人々から崇められるようになりました。全国を回られたので、この関東にも行基菩薩ゆかりの地が多くあります。そんな中の一つが杉本寺です。こちらでね拝観料をお納めします。入山料ですね。
狂気菩薩が開山されたとお話ししましたが、鎌倉幕府が開かれる実に500年以上も前、ここは鎌倉最古のお寺なのです。東国を旅をしていた行基上人は、ここが観音様を祀る場所にふさわしいと考え、自ら彫った11面観音像を安置したことが始まりと伝わっています。そんな歴史のある古刹だったとは、ここを訪れるまで知りませんでした。階段を上がってくると大きなかやぶきの門、仁王像が奉安されている仁王門です。この左右の仁王像は運慶作とも言われています。だとしたらちょっとすごくないですか？もちろん修繕なども施されているでしょうが、赤い色は鮮やかで迫力満点、まさに国宝級で見応えがあります。この仁王像もぜひ間近でご覧になってみてくださいね。そんな仁王門の向こう側には、はい、そして見えてきました。このお寺でね、拝見したかった場所の一つ、すごく人気のスポットと言われているところです。素敵ですよ。この正面の階段がこの杉本寺一番人気のスポット、苔の階段です。階段にはびっしりと緑の苔が生えています。もともとこの階段を上がってご本堂へと進むことができたのですが、長年多くの人が通ったことで石段がすり減り危険になったためと、文化財保護のため通行止めに。すると人が通らなくなった階段には苔が入るようになり、それが鮮やかでみずみずしい幻想的な空間になっていったのです。日本の温暖多湿の気候は苔の生育に適しており、もともと苔は日本人の美意識と共鳴するものがあるとされてきました。それが近年苔の魅力に引きつけられる海外の方が増え、この場所にも世界中から多くの人が来るようになったそうです。すごく綺麗ですね。やっぱり苔のね、何とも言えないこうグリーンのグラデーションでね、太陽の光が今日は当たっていて、苔もねキラキラ輝いています。でね、実際こちらの階段は立ち入ることができなくて登ることはできないんですが、この横のね階段からご本堂の方には進んでいくことができますので、上がらせていただきたいと思います。あら、かわいいお地蔵様がいらっしゃいます。なんてお優しいお顔。はい、ご本堂のあるところに上がってきました。かやぶきの屋根で素敵ですね。延宝6年に再建されたご本堂、県の重要文化財に指定されています。周囲には11面杉本観音と書かれたのり旗が立ち並びます。手水は蛇口をひねって、とても可愛らしい手水鉢ですね。はい、それからここにですね、柱が1本立っています。で、この柱にね、からずっとこう紐がね、ご本堂の中から伸びているんですけれど、これお手綱っていう綱で書いてありますね。お手綱、観音様のお指から
糸でつながっております。布を握り観音様とのご縁をお結びくださいとあります。こちらの布ですね。馬年は12年に一度の観音様との特別なご縁年と言われています。そのため今年は特別にこのように柱が立てられ、ご本尊の観音様のお指からつながった糸が本堂外の柱へと続き、観音様とのご縁を結ぶことができる特別な年なのです。坂東33観音の第一番札所とされている杉本寺。鎌倉時代火災が起こった際に、ご本尊3体が自ら邸内の大杉の下に火を避けられたので、それより杉の下の観音様、杉本観音と呼ばれるようになったという伝説が残っています。そのご本尊とは、ご本堂に祀られているご本尊は、行基菩薩御作、自覚大師円仁御作、恵心僧図元神御作の3体の11面観音様です。そして中央、自覚大師円仁御作と向かって右側、恵心僧図元神御作の2体は国の重要文化財に指定されています。ご本尊は秘仏となっておりますが、ご本堂に上がり少し遠目ではありますが、格子戸を通して拝観することができます。ご本堂内は撮影することはできませんが、私もしっかりその3体のご本尊を拝ませていただくことができました。こちらの画像は特別御朱印に描かれた秘仏ご本尊3体の11面観音像です。この一番左側の行基菩薩が彫られた観音様のお顔、黒く覆われていますね。実はこれには深い訳があるのです。霊を書き心身なくして馬で寺の前を通り過ぎる者は落馬するというので、建長寺開山大覚禅師が祈願し、自らの袈裟で行基菩薩が彫られた11面観音様のお顔を覆ったところ、落馬する者がいなくなったといいます。ご本尊は一年中拝観できますが、毎月1日と18日には観音御幕が行われ、そのご祈祷の参加者はよりお近くでご本尊を拝観することができます。また今年の秋頃にはご本堂の改築予定があり、一時的にご本尊を前に安置されるかもしれないとのことで、そうなればよりお近くで拝ませていただくことができるかもしれません。これはまだ確定のお話ではありませんので、秋頃になったら公式のホームページなどをご覧いただき、ご確認いただければと思います。また本堂正面には源頼朝公寄進の前立11面観音像が安置されています。静かで奥ゆかしいお寺ですが、すごい文化財だらけで、正直苔の階段以上に驚きました。ご本堂の奥には境内社が祀られています。小さな苔のお庭の中を進んでいくと権現堂があり、白い鳥居が立っており、さらに階段が上へと伸びています。元は白山熊野三山に祀られる熊野の神が誕生されたもので、額には熊野大権現、白山大権現と刻まれています。小さなお堂には作者不明の権現像が祀られています。とても神秘的な雰囲気が漂っています。ご本堂の手前を左側へ進んでいくと、道が奥へと伸びています。
でご本堂の横からずっと山の上に登っていく道があるんですけれども、その途中に絶景がありました。なんとね、ここから富士山が見えています。ちょっとね、木の枝のその向こうなんですけれども、見えますか？ここから富士山が拝めるとはなんだか嬉しい。行基菩薩も源頼朝公もここからこの同じ景色をどんな思いでご覧になっていたのでしょうか。もう一箇所ぜひともお参りしたかったところ、大倉弁財天。小さなお社が建っていて、その横にはちゃんと弁天池もあります。どこかにつながっていそうな洞窟のような横穴もありますね。財宝利徳の神弁天尊をお祭りしています。古来より東山の弁天尊をお参りすると、大きな蔵が建つほど富に恵まれるという言い伝えがあります。ここはまさに隠れたパワースポットだと感じました。また弁財天様のパワーが強力となる弁財天様のご縁日、美の日と土のと美の日にはそれぞれ特別御朱印も頒布されます。美の日と一粒万倍日が重なる日には一粒万倍日の銀印も押していただけます。伺った日は美の日ではありませんでしたが、一粒万倍日でしたので、弁財天様にお参りすることができて本当に良かったです。この大倉弁財天付近の苔がまた素晴らしく、キラキラと輝いていました。この日も立派なカメラを手にした方がたくさん苔の写真を撮られていたり、海外の方も苔の風景をとても楽しまれていましたが、ご住職様が大切に育てられている苔もあるそうですので、苔を楽しまれる際はどうぞ踏んだり傷つけたりしないよう十分お気をつけくださいね。最後に御朱印を授かりました。先ほどご紹介した十一面観音様が描かれた馬年の特別御朱印、参拝時に歌うとご利益が高まる和歌も記されています。頼みあるしるべなりけり杉本の誓いは末の世にも変わらじ。観音様とのご縁が深い馬年の今年、機会がありましたらぜひお参りくださいね。はい、杉本寺いかがでしたでしょうか。苔の階段の美しさはね、ちょっとねこの動画では伝えきれなかったんじゃないでしょうか。もう本当にね、今日は特に天気が良かったので、日差しをこう反射してキラキラと光っている苔で、こうねみずみずしく、もう本当にねずっと眺めていられるぐらい癒されました。今回初めてね苔好きの方の気持ちがね分かりましたね。いや本当にこう心落ち着く、なんか日本人の心をくすぐる、そんなね光景に出会えたような気がします。そしてご本堂に祀られている十一面観音像、こちらもですね、大変貴重な観音様たちなんですけれども、まだ確定ではないですけれども、もしかするとこの秋もう少しお近くでね、お会いできるかもしれない、そういったお話も出ておりますので、もしね、これが確定して実現しそうでしたら、改めてまたね秋以降にこの杉本寺を訪れて、お近くで十一面観音像をね拝ませていただきたいな、そんな風に思っております。帰りも歩いて鎌倉駅へ。途中以前から気になっていたカフェに立ち寄ることにしました。どうやらこの路地の奥にあるようです。奥へと進んでいくと見えてきたのは古民家。鎌倉雪の下にあるその名もカフェ雪の下。築80年の日本家屋と庭を生かしたカフェですが、店内はナチュラルで明るい雰囲気。
なんといっても格子の窓の向こうに広がるお庭もとても素敵なんです。メニューは動物性食材を使わないヴィーガンスパイスカレーやオープンサンドなどの軽食、またスイーツやドリンク類もとても充実しています。今回は大好きなパフェと抹茶のラテをいただくことにしました。コーヒークリームとバナナとカシスのサンデー、今年の干支お馬さんのクッキーが乗っかっていてとっても可愛いですね。ガラスのグラスもレトロで素敵です。それではいただきます。コーヒークリームってちょっと珍しいですよね。もうこれがほろ苦くて甘いバニラアイスとよく合います。サクサクとした歯ごたえのナッツや甘酸っぱいカシスも良いアクセントになっていてとっても美味しい。お馬さんクッキーもいただいちゃいます。クッキーも美味しい。結構ボリュームがあるのでこれだけでお腹いっぱいになります。抹茶のラテもとても濃厚でクリーミー。洋風のフードやスイーツがメインですが、和の空間なので着物がバッチリハマる、そんなお店でした。ごちそうさまでした。お伝えした内容は時期によって異なる場合がございます。最新の情報はホームページなどでご確認くださいね。ご視聴ありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。